はい、大下の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんのご予約ありがとうございました。楽天ブックスさんの方で一時的にちょっと予約できなかったみたいなんですが、今は復活していますので、よかったらまた詳細を概要欄からご覧ください。また10月4日からは書店にて、実際に手に取ってご覧いただけますので、ぜひ何かしらご自身の新しい可能性を見つけたいという方は書店に足を運んでご覧いただけると嬉しいです。では早速いきましょう。よろしくお願いします。今回は9月後半のタロットリーディングになります。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。はい、カップの6、ワンド7の逆、節制逆、ペンタクス4逆、カップ9、ソード3逆、ワンド10、はい、そして、気をつけることや対策はワールド、ジャスティス、オラクルは、はい、ラバーズの逆ということで、まあ楽しそうな2週間になりそうですね。とっても濃いな、いろんなことがありそうな豊かな時間を過ごせそうですね。まずね、ちょっと説明していきますが、まず9月15日っていうのは新月で、乙女座で起きる新月で、お牛座の皆さんにとってはすごくクリエイティブな恋愛運とかレジャー運とか、何かやってみようかなっていう、挑戦していこうっていうね、何か企画したことを遂行していく、計画を立てていったことをやっていくぞっていう流れを作り出すのにとてもいいタイミングなんですね。これは15日だけじゃなくても15でも16でも17でもその辺 2,3 日は特にそれが強いです。で今ちょっとカードで見たところ、とてもなんか優しい気持ちになっているというか、誰かに優しくしてあげたいとか、自分のなんか競い合う気持ちっていうよりは、自分の持ってる何か優しさを誰かに提供してあげたいみたいな、もしくは懐かしい思いをちょっと思い出したりとかして、とてもなんか穏やかだったのかなという感じがします。あんまり焦ってないというかね、誰かを踏み台にして何かしていこうっていう、かき分けていこうっていう感じでもなく、非常に冷静で引いている感じ、様子を見ている感じっていうのが落ち着いていていいなという感じがします。ただ少しどこかにはもう少しいい状態になるんじゃないか、何かをしたらもうちょっと良くなるんじゃないかっていう気持ちがどこかにあったのかなっていう気持ちがあり、なんとなくですけど、ただただ自分が再残してしまっているだけのような気持ちになったりしているかなって思ったんですけど、そんなことないんですよ。たとえお金を使って遊びすぎちゃったなって言っても、その遊ぶという経験を自分にさせてあげてるわけですし、何か買っちゃったなってなったとしても、それがもし知らないものだったとしても、こんな風にお金使ったらダメなんだなって思う学びになったりとか、何か決してマイナスではない何かを必ず得ているっていうことに、意識を向けてみてください。でこの後すぐですね、とてもなんか嬉しいことがありそうで、これはカップの9ということで想定外の喜び、やったーとか、そうなのみたいな、すっごく嬉しいことがありそうです。なので何かご自身が何か一つ足りないなと思っていたものに関して、それ以上のものがやってくるのかなと思うんですけども、なんか急にそんなに嬉しいことがあると、今度はそれをなくしたらどうしようみたいな、それを受け取る価値は自分にあるんだろうかみたいなことを思ってしまったりして、ちょっと引いてる感じがあるんですね。でそのためには頑張らなきゃいけないみたいな、またすごいプレッシャーを自分にかけて、よし努力するぞみたいな感じがあります。面白いですよね。なんか恋愛とかで言うと、とか人間関係で言うと、いいと欲しいなとか、誰かいい友達にしろね、パートナーにしろ、ビジネスパートナーにしろ、人間関係でいい人と出会わないかなとか思ってたら、めちゃくちゃいい人と出会い、もうこの人なくしたらどうしようとか思って、その人に、とって自分はどうなんだっていうこと、今度自分を卑下するみたいな気持ちになってみたり、じゃあもっとその人にふさわしい自分ではなくちゃって努力していくみたいな流れなんですよ。これがビジネスでもいろんなことに当てはめて考えやすい流れなんですね。お仕事でも
自分が願っていたような仕事のチャンスが来てやったーって思うんだけど、そんな仕事こなせるかなっていうところで周りの人と比べたり、もっとじゃあ頑張らないとっていうことでもうがむしゃらに頑張るみたいなね感じがすごくなんかこう高揚感のある2週間だなって思うんですけど、でも対策やメッセージとして言われているのは、今その状況チャンスとかをね引き寄せているということはその資格があるからですよみたいな、今のこの現実っていうのはそのお下の皆さんが引き寄せてるんですよみたいな、ご自身で作った幸せなんですよということをすごく言われてる気がしました。そしてやり方というのはいくらでもあります。一つではないです。もしこっちじゃなくてこっちだったらどうしようとか思っても、その時その時々で変えていけるし調整していけるしいくらでも何とでもやっていけますっていうふうに言われてる気がしたので、全然心配ないじゃんって感じがしたんですよ。ここでちょっと気を病んだとしてもね。はい、そして、オラクルが小人たちの逆なので、すごく今まで経験のなかった経験をできるのかなって感じがしましたね。今その星で言ってもすごくそのチャレンジする経験するこう何かやってみようみたいな時ですし、9月23日以降はちょっとじゃあ現実頑張るぞみたいな努力する方向に向かいそうなんですけど、23日まではそういう自分のクリエイティブな創造性が高まっているのでそれを使えるんですね。ただその時にすでに経験があるからそれができるのではなくて、未経験なんだけどやってみたいとか、未経験なんだけどそれをやるチャンスが来る。でご自身は大丈夫って思ってるっていう感じです。でもこれは先ほど言ったみたいにもうすでに自分だからその世界を引き寄せてるんですよということで、たとえ自分の立場が悪かろうと、いや私全然まだそのこと分かってませんとかあったとしても、ご自身で選択していってください。やりたかったらやる、楽しそうだったらやる、後から努力するみたいなね感じでチャンスはふんだんにあるっていう感じがしました。ちょっと補佐で見てみましょうか。そうね、何の喜びが来るんでしょうね。鳳凰ということで何か未来につながる、自分自身の安心につながる光への道みたいなものが見えてくる感じです。これはね、カップ9っていうのも実際は精神的に喜んでる内面がねやったって感情的にすごくラッキーっていう感じなので、何か本当に精神的な光が見える感じなんですよね。宝くじに当たってラッキーとかではなくて、自分のその悩んでたこととか何か一歩っていうのがこうしたらいけるとかこれでいけるみたいな、その光の道が見えるよっていうところですごく嬉しいんだと思うんですね。その後ソードの3の逆、ソードのキングということで、やっぱりこうその何かしらのチャンスとかね来た時にもちろん喜びでぜひやってねなんですけど、やはり誰かからの厳しい言葉だったりとか、教育だったりとかそういうのを受けるかもしれませんね。なんとなくこう批判的に聞こえることもあるかもしれないけれども、それはもちろんアドバイスとして言われていることだったり、聞いといた方が良かったねっていうことを聞くかもしれませんね。そういう他者からの言葉で少し大丈夫かなってご自身で思いそうですけど、ちょっとその次のねワンド10、カップ7の逆、ワンドナイトということで、無理してその他者からこうねツンツン疲れることによって無理して自分の、キャパ以上のことをやろうとしなくてもいいし、自分の中にあるこのなんかやってみたいなとかそうしたいなって思ったその情熱のことだけを、そのことだけに火を燃やしていってくださいって感じがしました。その方が、エネルギーの使い方がスムーズな感じがしますね。基本的にそうですよね。自分がやりたいと思ってることをスッとやったらすごく楽に、そんなに疲れないけれども、やらされてることってすごくしんどく感じたりするので、その中でその10個のことを全てやらなくても
7個で十分っていう感じもありますし、ご自身の中で一つでもそういうことだったんだみたいな、そういう気づきっていうものも出るみたいなので、まずは未経験でもいいので、自分がやりたいと思ってること、携わりたいこと、仕事でも恋愛でもレジャーでも何でも何かそれに携わってみてください。迷いがあったとしても喜びを感じられるチャンスがあるっていう感じがしました。はい、そんな感じかな。ここまでにしとこうかなと思います。はい、次回またですね、10月、11月、12月と残り3ヶ月の動画もアップしますので、楽しみにしててください。もし今回の内容何かしら参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。では、いい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。